このクローゼットの中の服であまり着ていない服はこれだ。リメイクするには手強い相手だ。最近は生地を買う前にクローゼットをチェック。この間も服作りに失敗してあまり着ていなかった服をなんとかリメイクすることができた。今はもはや私のクローゼットは生地屋さん状態だ。今回の出番の少ない服をこれをリメイクしていきたい。この服が出番が少ない理由は四苦八苦しながら原型作成中のまだ未完成だった旧原型を使って昭和の本からなんとか製図して右往左往しながら縫ったのだけれど、服のフィット感がいまいちでバストにゆとりがありすぎるし、なんとなく着にくくってあまり出番がなくなってしまった。原型時点で気づけばいいのだけれど、いつも服になってサイズが違うなって気づくんだよね。でもこの服をリメイクするには相当レベルが高そうだ。なぜならこの服はプリンセスラインでパーツがたくさん。その各々のパーツも小さいからどうやってリメイクしていくか慎重に考えなくっちゃ。とりあえずほどいていこう。各々のパーツが小さいから慎重にほどかねば。新しい服に作り変える際もプリンセスラインにしないとリメイクするのは難しそうだね。タコみたいだな。袖はハサミで切ろう。
さあ次はパターンを作っていこう。まずは原型を土台にしてプリンセスラインに変換していこう。後ろ身ごろ、このウエストのダーツをスパーンとラインにしよう。こんな感じかな。次は前身ごろ。肩からバストポイントまでつなげて、このダーツを肩に移動させるから畳む。肩にダーツが移動した。よし、これでいいかな。あ、しまった。元の服は袖ぐりの途中から切り替えてるのか。肩じゃなくて袖ぐりにダーツは移動か。この辺手探りで操作中。もうちょっと上か。後ろ身ごろも直さなくっちゃ。縫い代をつけていこう。直線っぽいところは丸みを持たせて、お腹すいた。お昼にしよう。普段自分のために大根おろすなんて絶対しないんだけど、どうしてもおろしそばが食べたくなってしまって、ついでに昨日素揚げした野菜の残り物もあるから、ちょっとだけ自分に手間暇かけた珍しいお昼ご飯だ。子供たちは大根おろしが苦手だから、一人じゃないとなかなか食べれないからね。
重な縫い代になるだろうから端まできれいに伸ばそう。さて型紙を当ててみよう。収まらないのか。想定してたけど本当に入んないなんて。余ってるはぎれで継ぎはぎするしかないか。最終手段だ。こんなんで大丈夫だろうか。裏地はつけないし袋縫いで継ぎはぎしてこう。裁断していこう。本当にギリギリの養殖だ。当初ブラウスを作った時のはぎれ、袖は作り変えなきゃだったけど、袖分ははぎれで賄えそうだ。はぎれはもうこれだけだ。エプラムをつけたいのだけど、実はこの生地は同じ柄だけど素材はオックス。スカートを作ろうかなと思って買ってたけど、この生地をペプラムにしちゃおう。縫い合わせていこう。前身ごろと前脇を縫おう。基本的に袋縫い、袖付けみたいにこのラインは慎重に縫わなくっちゃ。後ろ身ごろと後ろ脇を縫おう。後ろ身ごろの背中心を縫おう。肩を縫おう。
脇を縫おう。襟ぐりをバイアステープで包もう。前身ごろを前中心裾で仮縫いしよう。前後ペプラムの脇を縫おう。ペプラムを身ごろにつけよう。身ごろはプリンセスラインだから本当はペプラムじゃなくってもう少し裾を伸ばしてとしたかったのだけれど生地が足りなかった。ウエストの縫い代をテープで包もう。裾を縫おう。袖を作ろう。袖をつけよう。ボタンをつけたら完成だ。